はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、KB や KB16 ケフェウス 2DD プラス 6BA のハイブリッドモデルです。今までレビューしてきた中で、2万円クラスの KB やのモデルって初めてじゃない？そうなのよ。あんまりご縁のなかったメーカーさんなのかな？半年前の KB02 のレビュー以来ね。もうそんなに経つんだ。早いね。ケフェウスといえば星座だよね。そう。カシオペヤ座、アンドロメダ座、ケフェウス座、ペルセウス座の4星座はギリシャ神話にちなんで秋の夜空を飾る古代エチオピア王家の星座。その中の一つね。なるほど。なんかモデル名のかっこよさで音も期待しちゃうね。ジャックさん、第一印象はどうだった？最近聞いてきたモデルの中ではちょっと違った特徴を持ってるかなーって思ったね。詳細は後ほどですね。まず価格が Amazon でクーポン利用で 27,750 円。結構いいお値段だね。今回送ってもらったのはブルーなんだけど Amazon だとパープルしか買えないみたいね。あとバンドルケーブルは選択肢がなくて 3.5mm だけのようね。そっかー、 4.4mm も選べたらよかったのにね。このクラスのモデルならそうしてほしかったわ。愛の好きそうな外観だけどもう買う気になってる？この外観のかっこよさだけで決めてしまいたい。蝶から着想されたカバーは高い透明度を持つ樹脂で作られ、銀のラメと星空のような質感を演出。まるで銀河のような外観。リアキャビティは高高度のポリカーボネート透明素材で BA にレーザー刻印されたロゴを見せる演出もいいですね。サイズはやや厚みを感じますが、片側 4.8g と軽く、装着後特に気になる点はなかったです。ノズル先端まで同一素材で返し部分はありますが、やや甘めなのでちょっと注意が必要かもです。ドライバー、まず DD が2機。低域担当の 10mm と中域から中高域担当の 6mm。同軸構造設計だからこの部分に2機収まってるってことだね。それにしても薄型だな。この資料だと低域重視なのかと思ったけど、聞いてみるとそういうバランスでもなかったよ。BA は独立タイプを6機。これはデザインと演出にも一役買ってるね。構造が見えるモデルはメカメカしくていいな。正確なクロスオーバー処理を受けており、広域の明るさと高解像度を実現。中高域以上を担当。ケフィウスには3種類のイヤーチップがバンドルされています。波形を重ねてみましたが、本当に重なっちゃってる部分が多いので、装着感で選べば良さそうですね。バンドルイヤーチップのシリコン素材が自分の耳に合わなくて、使い慣れてるディバイナスベルベットで視聴と音収録したんで、これも重ねてみた。ベルベットだと広域がちょっと出やすいみたいだね。ところで、比較モデルは何かな？同じドライバー構成のモデルがなかったんで、似た構成のモデルで、1DD プラス 6BA の QE イヤーズアストラル、それと 2DD プラス 5BA のジーガートアルカニスにしてみた。おお、いいんじゃない？どっちもケフェウスよりお高いモデルだね。そうなるね。音調整基準はケフェウスね。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
はい、サウンドチェックでした。低域はアストラルが波形通りよく出ていて、重さが伝わってきました。中高域以上はケフィウスの明るさが目立っていましたね。アルカニスはその中間のような気もしましたが、10キロ以上の広域が良かったかな。だいたいそんな感じだね。アストラルもアルカニスも3から6キロあたりをあんまり出していない点が似てる。アストラルは深みのあるサウンド、アルカニスはフラットを意識しつつ10キロ以上がよく出ているので、ハイハットやシンバル系の繊細な表現がいい。最近聞いた DD プラス BA ハイブリッドではアルカニスは独特だけど気に入ってる。詳細は以前どちらもレビューしてるので、そちらを参考にしてね。ジャックさん、最近聞いてきたモデルの中でケフィウスはちょっと違った特徴を持ってるって言ってましたけど、特徴と印象教えてもらえますか？しばらく 3.5mm アンバランス接続のバンドルケーブルで聞いてて、この時の印象が中高域以上がちょっとザラッとしていて分離感があまりなかったんだ。ただ混ざり具合が面白かったんで、これはこれでいいなぁなんて思ってた。とはいえ2万円台後半のモデルだし、リケーブルしとこうかってことでナイス HCK スノールナ 4.4mm バランス接続にしてみたんだ。それでそれまでのザラッとした感じがほとんどなくなってクリアさが増した。ああ、やっぱりこっちが本当の性能って思ったよ。ってことはやっぱりケーブルしといた方が良さそうだね。そうだな、バンドルケーブルの感じも悪くはなかったけどね。ここからはリケーブル後の印象ね。ケフェウスの低域は比較2モデルに比べるとレベルは一番出ていないことになっているけど、150から 500Hz ぐらいまでを少し抑えることで低域が目立つようなチューニングになっているようで、実機で低域の不足感はほぼなかった。結構固めで全体が締まる系の質感だね。特徴ありますよね。600Hz ぐらいを境に上げていってますし、2キロ手前から9キロ付近までは基準ラインを上回っていますが、これが結構絶妙な感じに見えませんか？出すぎず抑えすぎずってことだよね。ここの出方がケフェウスの特徴だと思う。ボーカルはこの比較でもそうじゃなくてもしっかり出てくるし、それが嫌味な感じはなく綺麗。9キロぐらいまでで小域のメインが出来上がっちゃってる感じなんで、そこから上はあまり目立ってないけど、ハイハット、シンバル系はそこまでの小域の出方で結構目立つ。ケフェウスは自分にはやや小域型のバランスに聞こえたよ。この出方の傾向好きな人多いんじゃないかなと思う。小域が出過ぎと感じる場合は6キロあたり中心に少し谷を作ると落ち着くし、落ち着かせておいて10キロ以上を持ち上げてあげればより繊細な小域にすることもできる。ジャックさんならどうする？視察音も減るし、6キロあたりに少し谷を作る程度で十分かな。あとは空間の広さは十分だし、特に定位感左右いっぱいに使って聞こえてくる感じがいいね。そっかー、なんか結構良さそうだね。愛は買うんでしょ？もちろん音の調整方法も分かったし、見える BA がかっこいいもん。はいはい、いつもの流れだね。ということで KB イヤーの 2DD プラス 6BA ハイブリッドモデル KB16 ケフェウスのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。